始まりました YouTube 料理学校、私 YouTube 料理学校のひょっとこと申します。皆様よろしくお願いいたします。今回はですね、お吸い物の作り方をご紹介いたします。来ました、お吸い物。一汁三菜ってよく栄養バランス考えて言うんですけど、汁物って結構大変じゃないですか。汁物結構大変なんですよ。時間もかかるし、ちょっと手間かかったりするんですよね。でもそんな皆様朗報です。ぜひこの動画を真似てお吸い物を作ってみてください。すっごく簡単に、しかも料亭みたいにすっごく美味しいお吸い物できます。でうちの子供なんですけど、お味噌汁よりもこのお吸い物の方が好きでございます。まさかのお吸い物派です。なかなかそんな子供いないんじゃないかと私思うんですけども、実際味噌汁とお吸い物どっちがいいって言ったらお吸い物と言います。ぜひ一回作ってみてください。今回もですね、おなじみまな板と包丁は使いません。ハサミオンリーです。でこちらに全て使うものが置いてあります。今回お吸い物でございますから、出汁が必須になります。で、出汁がこちらです。これ過去の動画で取り方ご紹介してます。ご覧になってくださっている方、ご存知かと思いますけども、簡単に火も使わず、ざるもボウルも使わずに取る方法。これ昆布と鰹節合わせ出汁でございます。ご用意してください。で、調味料ですけども、塩が小さじ4分の1、みりん小さじ1、お酒小さじ2分の1、醤油、これ普通の濃い口醤油ですね、小さじ2分の1、白醤油小さじの2でございます。で入れる具材なんですけども、今回このお麩ですね、それから貝割れ大根、それからカットわかめご用意してますけども、好きなものを入れてください。好きなものを入れていただいて結構なんですけども、色が出る食材、例えばナスとかそういうものを入れていただくとお吸い物の色変わってしまうので、気になる方は避けていただいた方が良いかと思います。でうちでよく入れるのがえのき、わかめ、貝割れ大根。お店だとよく貝割れ大根ではなくて三つ葉入ってますけど、なかなか普通の上に三つ葉なんて用意してないので今回使ってません。では調理に移っていきます。まずおだし 500cc、 これ必要に応じて量増減させていただいて結構ですけど、先ほどの調味料もそれに比例して増やしてあげてください。今回は500でいきます。500作る大体3杯4杯ぐらい取れますかね。はい、500ちょっと取れましたけども、大体500ですね。もう火にかけていきます。電源が加熱調理を開始します。中火で火を入れていってください。で、もうここに調味料全部入れていきます。お塩から順番に入れていってください。普通さじを使いながらやるんですけど、まず粉物を入れてください。塩とかお砂糖ですね。そうした方が大さじさじが汚れないので洗う手間が省けますので、お酒、みりん、濃い口醤油に白醤油で、お吸い物の味は塩と白醤油で決めてください。香り付けで濃い口醤油入れてます。これちょっと薄めの味付けになってますので、必要に応じて白醤油もしくは塩追加していただいて、でわかめですね、もうここからお好みで入れてください。もうお好みで結構だと思います。1つかみぐらいで麩です。これちょっと大きいですけど、もうちょいちっちゃいやつの方がかっこいいですね。うちの子供は麩が大好きなので、いつも入れるって言われるんで入れてます。で貝割れ大根ですね。貝割れなるべく細かく切った方が食べやすいです。お吸い物なので、これもお好みで入れていただいて結構です。大体1センチぐらいずつですかね。ザクザクとこうやるとまな板がいらないので非常に楽です。ただ緑入れると綺麗なので、皆さん何か緑あれば小松菜とかでも非常にいいです。でえのきです。ここら辺まで石突きついてる場合あるので、ここら辺っていう人も多いるんですけど、結構石突きが残るんで僕はここら辺で切ります。根っこ結構固まってるので先にほぐしといてください。こうやってこのまま切っちゃうと塊でボトンボトン落ちちゃって食べにくいんで、先にこうほぐしといていただけると食べやすいので、ほぐしていただいて切っていきます。細かい方がお子さん食べやすいんで、大人だけだよっていう人はもう好きに切ってください。大きくでもいいです。うちはちっちゃい子供いるんで、なるべく食べやすい大きさにいつも切ってますね。もちろん他の料理とかあってまな板包丁いっぱい使うときは包丁の方が早いですけど、基本でもハサミでやります。なんていうか洗い物が嫌なので、こんな感じですね。でもうほぼこれでもう出来上がりです。ちょっと信じられないかもしれないですけど、これでもう出来上がりでございます。必ずやっていただきたいのが味見です。さっきも言ったんですけど、これ薄味でございます。皆さんもお好みで調整していってください。この調整するのが料理上達する上で大事なんですよね。やっぱりレシピいろいろ見て作るんですけど、お好みの味じゃない場合結構ありますよね。そういう時に頭で考えてですね、自分のお口に合うように調整することによって理想とする味にどうやったら近づくかということが分かってくるんで、必ず味見をして調整することをしていただいた方がいいです。で、はい、だいたい沸いてきましたね。沸いてきたら一度味見をしてください。
美味しいですね。私はこれぐらいで、もうちょっと塩あってもいいかなぐらいですけど、ただちょっと冷めると味濃く感じるんで、熱々で飲む方はいいですけど、お子さんとかやっぱり冷めて飲むと思うんで、冷ましたからなんでちょっと薄めの方がいいと思います。あとはお好みの器についでいただいて、加熱を終了しました。トッププレートは熱い。こんな感じですね。美味しそうじゃないです？すごい温まるんで、ぜひやってください。